佐々木千鶴子さん、当時20歳。爆心地から 0.7km の八丁堀で被爆しました。佐々木さんは当時福屋百貨店の2階にあった軍需管理局に勤務していました。被爆したのは職場の机の上に花瓶を置いた瞬間でした。眩しい光を見ると同時に体は吹き飛ばされ、気がついた時には辺りは火の海でした。佐々木さんはそこから800メートルほど離れた出慶園に必死で逃げ込みました。現在は広島市内で事務用品の販売業を営んでいます。いつも大体8時過ぎにはその管理局入ってましたからね。で入ってて、でお掃除をしてですね、ちょうどエレベーターの向こう側がお風呂だった、お風呂じゃない、洗面所とかトイレだったんですよね。でそこ行ってお花をこう入れたり、それからなんかして自分が机の上にこう置こうとした時にですね、パーッと銀色に光ったんですよ。であっと思ってこう窓の方見た途端ドーンと来たわけですよね。でよく大きな音でピカドンピカドンって言うんですけど、そのピシッと光ったいう音は見たのは見たんですが、こうドーンした音は全然その自分の記憶にはあんまりないです。あんまり音が大きかったからかどうかそこはわからないんですが、でとにかくバーンと倒れて、そしてこうしばらくこいつこれは中心部だったからね、爆弾が直撃が落ちたんだなと思ったんですよね、その時は。ほいででもじっとして目を開けても全然真っ暗で何にも見えないですからね。でしばらくこう目を開けてどうしようもないけど寝たままになってたんですよね。それからうっすらと窓がこう黄色になってきましたからね。それで立ち上がって、それで周りを見たんですよね。そしたらもう机とかなんとかあったのもどこ行っても全然ないんです。それで2階でしたからね。それでから降りよう思うのに、なんかもうみんなの頭がみんな逆立ちになって、今富士からの線ですら何ですかね、こうパーッとあんなになってるんですよ。ほいで顔はもう全部こう灰がこびりついたような格好になってね。ほいでどう言っていうか、もうみんなの顔見たら何あの顔はいうような感じですよね。ほいで私もこうパッとこうやるとこの辺から生ぬるいもんがするから思ったら、ここにこう今こう薄くなったですけど50年経つとね、ここに切符あるんですよ。ほいでここがスポーンと通り抜けなんですよね。何様その当時が21歳ぐらいでしょ。だから、顔に穴が開いたもんでものすごいショックだったんですよね。それからそれから言ってもうみんながこうまだ元気なような人がダーッと上から降りてきて、それで階段を渡って、それからとにかく外に出たら、それこそみんなが助けに来てくれてると思ったんです。それで出口に出たんですけども、その時はもう出てみたら助けに来るどころか、もう皆家がこうガチャンとマッチ箱を潰したような格好でね、ビサーッとこうなってるから、それからもうキャーキャー言うて人が騒ぎをしてるし、まず最初にパッと頭に浮かんだのが家族のことで、家に帰ろうと思ったんですけども、家に帰るどころかもう道がこういうふうになってて、もう行かれないんですよ。私千田町なんでしたけどね。で千田町の方に行こう思っても行かれないんですよ。でだからもう人がみんな行く方へ行かんとしょうがない。それであっちこっちからうろうろしながらこの出見まで正面玄関から入ってきたんですよ。でもみんなもうこっちは火の手、それから向こうからも火の手だから、来るとこ行ったらここしかなかったんですよ。でそこで見た光景いうともうそういうふうな重傷の人ばっかりですね。もうその時はあんまり分からなくて、川がこうなってるんだけども、その川の向けた後にこうゴミが溜まってるからそう分からなかったんですけど、何があれボロ下げとるんじゃろうか思うぐらいこう
こうやってみんな来るんですね。それからそこへ並んでて、それからもう軍隊の人もこうズボン履いとる人もあるし、それから服を着た人もあるし、元気な人もいました。それで元気な将子さんが「こっち来いあっち来い」って中にはねそういう人の指導で私たちこっちみんな逃げてきたんですけどもね、向こうの橋の全部岸からもう火の海がずっといて燃えてるんですよ。そしたらそこに竜巻がガーッとできるんですよね。それでもう電信柱みたいなのがピューンピューンと飛んでるし、トタンみたいな大きな木がねみんなピューピューと飛ぶんですね。でその時に竜巻がこれバーッと吹いてきて、もうこう苦しくて苦しくてですね、もうこうっていうような状態だったですね。それでバーッとなってダーッと川の中落ちたんです。それでその川の中でそういう状態でみんながそしたらちょうどこの辺だったと思うんですよ。やっぱり木がもうダーッと燃えて、その丸太がねパーッと落ちてくるんですね、その中に。そしたらそこへこうみんなこう避難してこうやっとったら上に落ちてくるんですよね。そしたら火の粉雲の子をパーッと散らすようにパーッと散ってるんですよ。これがもうどっとと火が落ちてくるし、私らもその川へおった時に上の木が燃えて、だからこれにいっぱい火膨れできたですね、やけどして。でもうこっちから見とったらもう全く地獄絵ですね。それでもうそれも日が一段落してですね、それからまた今度はどういうていうか上上がってきて、それでこう見合わしたら、そしたら見合わしたところはもうどういうていうかもう真っ黒、重傷の人がおりましたね。そんなのが焼けてるんですよね。クロンボのようなのがもうダーッとルイルイですよね。それで東連兵に着いたのが6時か5時か6時でしたね。そうしたらその頃からこう呉の方からでしょうね、トラックへ炊き出しが来たんですよね。でここにおる人もうそこへ何百人いたか知りませんけどね、ここへ避難しとる人は炊き出し取りに来てくれた。でこういうおむすび1個もらったんですけどね、本当人に恵みを受けてね、こうやって食べるの本当涙が出てもう泣いたですね。でその朝になって千田町まで帰って、それで塀があったですから、私千鶴子言いますから「千鶴子無事」って書いて、そして廿日市がうちの疎開先だったもんですからね、そこまで行ったんです。そうしよると晩にですね、やっぱり宇品の親戚の者がやっぱりそこへ訪ねてきて、それから話をポツリ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 言うのに、私の母が久子言うんですが、久子さんが来て、久子さんが「たえちゃん連れてねてっちゃんとね」って言うから一人ずつ読むんじゃから、あれが生きとった、じゃあ妹も弟も母親も生きてたと思ったんです。でそこでやれやれ思って、それからそれでももう私もぐたっときとるし熱は出るしね、それからどういうか体中なんか斑点みたいなのが出てるんですよね。でここから滑り落ちる時にこの辺がザーッとすりむいてるんですよ。でだからそういう怪我の状態もあったし、だからそういうふうに家族のものが一応無事であることになれば自分も探しに行かんでいいと思ってね、でそこでもずっと休んだんですね。そういうようなことでどういうか何でもああいうふうなね大体戦争いうものも疑問がすごくあるし、今も週刊誌なんかでもむぐたらしいとこばっかり出てますでしょ。なんで偉い人同士が会うて話し合えば話がつくんじゃないんかのような、そんなね気持ちに刺されますよね。